ャーシューでございます。ありがとうございます。想像以上。げんこつですね、豚の一応30キロですね。この一つの寸胴で30キロ、ね。げんこつ30キロと今、豚の肩ロースが、22本かな入れたんですけど、肉は2時間ぐらいで抜くんで、で一晩炊いたのがこの状態ですね。これは今日使います。これがだからちょっとややこしいんですけど、うちなんかこっちにもあるんですけど、ちょっとややこしいんですよね。これも昨日のやつなんですけど、昨日の残りですね。これも味噌に使う。これ昼間の味噌にのみに使うんです。でこっちは昼間はほぼ塩と醤油しか使わないです、これは。で塩と醤油使ってこれ残るんですよね。塩と醤油で全部はできないんで、その残ったのをこの状態にして明日また味噌に使うというローテーションみたいな感じになってます。これニンニクですね。これ2種類ですね。錦糸メンマっていうすごい細いのと、あともう1個極細。極細でもそんな細くないんで、これちょっと細い方が好きなんで、2種類ちょっと混ぜて食感がちょっと変わるような感じ。これ結構煮込むんですけど、結構コリコリした感じで、ちょっと回しながら煮込んでいくような感じですね。なるべく良くていいものを探したらちょっとたまたま兄弟子からちょっといいとこ紹介、北海道もあるよっていうので、そこでちょっとまあ安くはないですけど甘みもあって奥行きもある感じ6キロぐらいあるんじゃないですか。6キロ7キロぐらいこういうのは全部手作りでね、お客さんに伝わるのかどうかわかんないですけど、でも個人のラーメン屋はやっぱり店主が、ね、朝から全部仕込んで全部味付けして、こうね、営業中も店主が作って、そういうラーメンが僕は好きなんで、こういうのも古いんじゃないのとか言われる時ありますけど、なんかね、なかなかやっぱり難しいですよね、人に任せるって。人に任せてて、もう心配でしょうがないんだったら自分でやった方がいいですし、だから、セロリもあると思うんですけど。
洗いやつはダメなのに焦げちゃうんで、粒が洗いと結構。3温と薄口醤油と3温とだけですね。これもすぐ使わないんで、ちょっとつけて冷まして冷蔵庫入れて、まあ、使っても今日の夜の終わりぐらいか明日ですね、1日ちょっと置いた方が味入っていくんで。まあここで味噌をずっと測るんで、ラップくるんで。前はだからもう全部一人でやってたんで、だからまあ今いるんでやってもらってますけど、1年ぐらい前までは一人でやってます。教えてできるようになったら、すぐやめちゃったりとか続かないですよね、基本的に人は。僕のせいなのかどうかわかんないですけどこんなね劣悪な環境でよ、もう50度ですからね。50.6度。50.6度。夏場だからオープン前にもうヘロヘロになっちゃいます。なぜかホットコーヒーなんですよ。毎朝。アイスコーヒー。いやなんかコーヒーはホットなんですよ。僕絶対に昔からなんですけど。もともと札幌ラーメンってそんなにお声じゃなかったんで、初めの札幌味噌ラーメンってなんだろう、味噌風味の塩ラーメンみたいな、そんな感じですよね、もともとは。それにまあ炒めた野菜、まあだからラードとニンニクと青りが入って塩ラーメンにちょっと味噌溶いたような感じのイメージだったと思います、初めの頃。それがだんだんちょっと味噌が強くなってって、やっぱりね濃いものってなってってすみれさんとかの創業者の方がもっとこう一風変わったもっと濃厚で北海道らしいこう、ね、寒くても食べない美味しいようなものっていうラードがこうピッと張って味の濃いスパイスの効いたラーメンを考えたんですよね。今はこれがなんか王道というか札幌ラーメンはこれみたいな感じになってますけど、もともとはなんだろう、もうちょっとあっさりで。まあ、技術はその教えてもらうっていうことがないので、味噌を特に作る古い職人の方が奥でずっと営業中にちょこちょこずっとやってるのを見てて、まあ俺も覚えたんですけど、朝仕込み早く来て早く終わらせてちょっと練習してみたいなのを繰り返したんで。まあ、西山ですね。札幌の西山店で。そうですね。卵麺っていうのがまあ札幌ラーメンの。麺のこだわりとかっていうよりも、北海道から麺を送ってもらってるんで、だからその状態の方が大事なんですよ、僕は。作った時は最高でも、ボツボツ切れるんだったらもうボツですし、だからここに届いて輸送で中2日ぐらいかかるんですよ。で、この気温じゃないですか。で冷蔵で送るわけじゃないんで。だからいい状態で使えるものですよね。
最近メンマ入ってないラーメン屋も多いんであれですけど、メンマってなんかほらさっきもやったように別に僕計量カップで分量測ってとかってやってないじゃないですか、はい、なんか修行先の時から覚えて、あと自分のちょっとアレンジも入ってますけど、メンマの味付けとかってなんかその店主のなんか味が出るというか、なんかだから他のラーメン屋さん行っても店主さんが仕込みされて朝からちゃんと仕込んでるお店はメンマ食べたらなんかこういう味付けが好きなんだなとか思いますよね。なんかね、メンマってだから意外に脇役ですけどちゃんとやってるとこ行ったら面白いです。メンマは多分店主の好みだと思うんで。入れてるラード、ニンニク、ひき肉、もやし、玉ねぎですね。あと、それ味噌を焼くスプーンね。無調整の豆乳ですね。あと、これはウスターソース。ウスターソース。最後に山椒と、唐辛子とかですね。香りが結構重要なんですけど、味噌焼いた時に焼いてくるの香りですね。あと出来上がった時のラーメン出来上がった時に上がってくる香りがあるんですけど、昔こういう香りしてたよなっていう香りが僕の中ではあるんですよ。それが結構重要ですかね、自分の中では。それなんかもう全然説明できないんで、なんか先輩たちとかと喋ってて、なんかそう昔こんな香りだったよねっていうのはよくね話することありますけど。でも味噌チャーシューでございます。熱いのでお気をつけください。はい、おいしさご用意しますか。美味しいわこれは。想像以
チャーシューも美味しかったですよ。重い感じがないからすごい女性でも食べやすい。今回大盛りじゃなくて普通の並で頼んだんですけど、次は大盛りの味玉トッピングで。僕生姜がやっぱり美味しいなと思って、はい、やっぱりなかなかったら声だけだと思うんで、ちょっとこうキリッとした感じを出してくれるのがすごい好きですね。何回目だろうね、10回いや、なんか紹介しまくってるんですよね。でそれでみんなにも知ってほしいなっていう感じで、まあちょっと連れてきたりとかしたので、いや他もちょっと食べてみたいんですけど、で美味しすぎてね、なんか味噌食べないわけにはいかないなっていう感じです。目でも大盛り6番です。すごいなんか香りが良くて美味しかったです。うまい。うまい言葉が見当たるんですけど、すごい美味しいですね。本当に味噌が香ばしい、なんか焼いてる感じの、多分普通は溶かすだけだと思うんですけど、なんか本当にいい感じに焦がしたとか、焦げ臭さとかももちろんないし、でもちゃんと香りが立つように味噌を炒めてらっしゃるなと思って、はい。麺もうまいね。ちゃんとなんか手作り感がある感じですね。なんていうんですかね、普通のメンマと違いますね。なんか煮込んである感じの、美味しいです。でももらったら貼らないとね、もう貼れないようなの持ってくる方もいるんですよちょっとこれさすがに貼れないよねこれっていうそれはちょっとお蔵入りしてますけど、まあ、バタバタしちゃうから会話はほとんどできないですけど、仕事中は、まあ、そういうのは楽しいですよね。いろんな人が集まってくるんでね、ラーメンっていきます。バーベキューの方が思い出しますね、やっぱりね。こうやってこっち来てやって、どっちかって逆にこう昔に戻ってってるような感じですかね。なんか記憶をたどりながら、当時僕が修行する前に、すみれ出身者っていうのも何軒かあったんですけど、そういうところの味とかもやっぱりなんか影響を受けたりとかしてるんで、
なんか昔の味たどりながら、まあ、昔はなんかここはこうだったよなとかこんな感じだったよなとかっていう考えながら作ってるかもしれないですね。修行先のだけじゃないですか。全く安心はしてないし、体が資本なんでね、こうやって毎日やっぱりね、40度50度の中でやるからいつまでやれるのかなとか考えますし、名店なんで先輩たちもそうそうたるメンバーがいるんで、やっぱり簡単にやめれないですよね。やったらもう続ける、やるしかないんで、まあね、何回かこう集まって兄弟子たちもありますけど、やっぱり現場立ってる人が多いんで、うちのやっぱりその門下というか、そういうの見ると、あなんかこんなことで悩んだらダメだよなとか、全然まだダメだよなとか、今しょっちゅうありますからね。だって店主が朝から昼ご飯作って、一回のラーメンを提供するっていうのが、まあ、体動く限りは、まあ、そうでありたいと思いますね。